サンタです。開拓暮らしサンタのところ、伊藤サンタです。北海道余市町で森を開拓しながら暮らしております。本日は2025年の1月1日。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。余市町でね、森を開拓しながら暮らしておる伊藤サンタ。定期的にこのうちの始まりの木っていうねポイントなんですけど、この今日僕が始まりの木って呼んでんで、大体こっからうちがこう一望できる最初のところにしたいなと思ってネーミングをしたんですけど、それほど、浸透しない、機能してないっていう風景であります。ここのね風景が好きで、一時期は毎日のようにこう定点観測をして3、4年してたかな。最近はまあそれでも定期的にここからねこうサンタのところの現状を、見聞きしてもらっていたんですが、2025年も、希望を持っていろんなことを楽しんでいきたいなと思います。去年のさっきね自分の小屋で、去年の動画一発目の動画を見ててね、こんなことを今年1年やりたいと思ってたんだなっていうことを改めて振り返ってみたんですけど、その中でねできたことできなかったことをちょっと見ていけたらいいなと思っております。去年からね昨日昨日犬の動画を作ってあげたんですよ。でこうね、去年はね週に1回くらいこう、暮らしの風景をカットしてくっつけて音楽つけて、みたいなことをやってたんですけど、なかなかやっぱカット編集する時間も、体力もなくなってきたというところでね、ちょっと自分の動画の方針について考え直したりね、する年だったなと。ちょっと頑張ってたんだよね。スタートダッシュってやっぱ頑張んないとこう体に染み込まないよね。体に染み込ませるっていう意味では今年2024年についにヨガを日常的にねこうできるようになったっていうのは、これ僕の人生においてもすごく大きな、転換期になるんじゃないかななんてことを感じております。ヨガいいね。前からヨガがいいっていうのは知ってたし、インストラクターに、指導してもらうってことは何回かあったんだけど、毎日それを日常のルーティーンに組み込むっていうのは、できてなかったんだよね。で去年2024年の7月かな、仲良しの近所の北海道エコビレッジ推進プロジェクトにボランティアに来てた方が、アメリカ在住、京都生まれアメリカ在住の女性の方でね、ヨガのインストラクターの資格持ってるってことで、よかったらおいでなんて言われて、朝6時半にこうエコビレッジに行ってヨガやって帰ってくるってことを2ヶ月近くやったかな。やっぱねありがたいね、こう、直接見て指導してもらえるっていうのは。どうしてもさ自分で自分のこう姿勢っていうのが見えないからさ、楽な方にこう無意識に特に続けていくとね、だから今ヨガの自分の姿をちょっと動画に撮って公開するしないは、よしとして、こうまず自分で見て客観的に
きちんとポーズ取れてんのかっていうのをね観察してみたいなって思っております。で、ヨガやるためにはやっぱねこう落ち着く空間っていうのを自分で畳2枚分くらい、それがさ俺なかなかできなかったのさ。こう部屋の片付けとか掃除とかをやっぱりルーティンに組み込むって、なんかいろんなことに追われててさ、アップになっててさ、おろそかにしてたんだけど、どっちが大事かったらこうね体空間を整えるっていうのができてないからわちゃわちゃしちゃうんだなっていうことにこう逆転したっていうかね。こう俺自己啓発本が好きでさ、まあこれは動画だけど自己啓発のその去年響いた一言がこう一流の二流の人間は一日のスケジュールを組むときに仕事を入れて、その間になんか運動を入れようとするって、だけど一流の人間は一日のスケジュール、まず運動のスケジュールを取ってからその間に仕事のスケジュールを入れるんだっていうね、動画におおそうかって、そうかもしれないっていう風にね、その運動の方が優先順位上なんじゃないかっていう風にね思わせてくれる言葉、その影響もあって、こう日常の中でヨガをやる時間っていうのの優先順位をぐっと上げてるとこですね。なんで、なんか心身ともに良くなってるなっていうか、いかに、日々自分がこうねじれて歪んでるのかっていうのを、体もねじれてればこう多分思考もねじれてるような気がするんだよね。なんでまあやっぱ、アシュタンガヨガっつってさ30分くらいの、まあきっちりやれば90分かかるって言うんだけど、それのショートバージョンで30分の、1サイクルの、型をこなしてるんだけど、ね、まあ豊かになってますわ。それで話がね、去年の動画でも、ピザ窯の話してんだけど、去年は表面に粘土塗ってなかったの。2024年にやったことは、1層できたね。ピザ窯第1層で、ピザパーティー2回やったかな。もっともっといっぱいやりたいんだけど、これだけのボリュームの、空間を温めるとなるといろいろやらないともったいないっていう思いがあったりして、本当はね最初の設計では1週間に1回、田舎パンを10個焼くっていうようなライフスタイルに憧れて、このサイズになったんだけど、パンはね大変まあ諦めずね、そんなに遠くない将来にそんな習慣がついたらいいなとは思いつつも、少なくとも今は無理だなって感じでね、まあとりあえず年に何回かピザパーティーやって、だけど、2回目にして、室温300度達成、これ目標だったんだよね。300度の空間でピザが90秒で焼くっていうのが、ナポリ風ピザらしく、よしじゃあこうそれにチャレンジしようと思って、1回目はさやっぱりいろいろ気づけてないことがあって、それこそ温度計用意してなかったからね、温まってんだか温まってないんだか、まあ昔の人は手入れたりこう水入れて、その水の蒸発し加減で大体の温度っていうのを推測できたりしたらしいんだけど、まあそういう、知恵もないので文明の利器でね空間の温度を測る道具を買って、2回目は300度超えたなっていうのが確認できて、しかも大体90秒で、だけど結構ブロワー使った。300度まで短時間で上げるとなると、電気ブロワーが便利だなってことが、分かったかな。今年はね薪仕事が全然できなくてね、だいたい薪ストーブまだ未だに設置できてないっていう
このひどいありさま、ちょっと散らかっている室内をお見せしますか。恥ずかしいけど。せーの、よいしょよいしょ。現在私が寝起きする空間でございます。日々ここで洗い物ガチャガチャ溜まってんね今。ここで日々の、食事を作り、卵を磨き、ここで卵をパッキングしたり、ラベル作りしたり、家族で食事したりして、る空間であります。もうなかなかで、ここに、薪ストーブ、今年薪ストーブの足を単管で作って、レベル、この天板が80センチに来るようなリサイズをしたいなと思ってたら、なかなかこう身動きが取れないっていう薪ストーブ周りの現場なんですよ。ここからね、今年たっちゃんがこういう仕様にしてくれたんだけど、靴脱いで上がるっていう感じで、靴脱ぐのめんどくせえ。冬場はね、奥今度機会があったら、お見せしますが、靴が脱ぎやすい季節にしましょう。よいしょよいしょよいしょ。あっちの奥に寝床とパソコンがあって、今うちの次男坊が引っ越ししてね、昼夜逆転の生活を送るみたいなことやってますね。で今年こう愛犬くまちゃん今年で3歳になりました。こうやっぱりね、もっと遊びたいんだね。自由に駆け回りたいんだね。くんくんうるさいんだよね。でさ、多少でも自由よって思ってさ、こうあり合わせでさ運動場作ったんだよね。で小屋も作ったんだけど、この小屋に登ってぴょーんって上走り抜けてね、全然こう中に収まっててくれないっていう、ので、今年はこれをもうちょっと、どうにかしてこの中に犬を囲うか多少なりとも日々の自由を増やしてあげたいなと思っているところですが、どうなることやら。で今年何が痛恨かって、いろいろ痛恨やらかしてんだけど、ここの部分がスケジュール通りに進まないっていう、こう手前に180センチ出したって空間屋根つけて、壁つけてこう作業する場所を広くしたいなと思ってたんだけど、やっぱり物が多すぎんだよね。だいたい40%、40点くらいかな、ここの出来は現状。でそんなこんなでこう冬囲いとか鶏舎の冬囲いも終わってないという、鶏が寒そうにしてるの申し訳ないなと思うんだけどね、なかなかそれでもすごく困るほど産卵率が下がってるわけでも、でも順調に下がってるな。これからより厳しい、特に風が吹き込む季節になってるから、この正月ね、子供の送り迎えがないタイミングを使ってちょっと、頑張りたいなと思ってますが、頑張れるかどうか、ぼちぼちやりますわ。ユンボしまうとこもさ、物がごちゃごちゃでさ、もうちょっと整理しないとなって、整理するところと物がいっぱいあることがね、やっぱり2025年も、力を注いでいかなきゃいけないなと、思っているところです。あとは2025年でできたこと、できなかった24年、25年、
まあひとまずなんだろうね、ブルーベリー畑ちらっと遠目から、まあなんてことはないね。今年はさ、なんか根雪になるのがぶっと早かったからさ、片付けれないまま資材が雪の下になっちゃってさ、こうだるいよねチキショーって感じで、そんな感じで、なんだか思ったほど動けねえなって、まだまだ思いが大きすぎるなっていうところだな。だけどやっぱりあれもやらないとこれもやらないとって感じなんだよね。これも毎年言ってんだけど、屋根塗らないとどんどんもう色が、プロに頼んですごいお金かけて完璧にやらないまでもやれないまでも、なんか自分でできることは、できる範囲でやっておきたいななんて思ってね、今年は、去年は単管買って足場を自分で作れるかななんてことを考えております。で、ここののり面削って土をこっちに持ってって平ら増やしていくっていう作業は思った以上にやっぱりコスパなんていうの、大変な作業だったということで、軽トラにね積んで、もっともっと長いスパンで、やっていく作業なんだなって思っております。こう手持ちのね道具では大きいユンボあればねいいんだろうけど、大きいユンボだけじゃねえな、やっぱり2トン車2トンダンプないとこう土持って下ろすっていうのはね、高速道路の現場とかすごいね。あとはまあ今年はね、なんかもうできたこととできなかったことがこう思いつくままに喋ると全然整理されてなくて申し訳ないですが、今年の冬にここら辺このくるみの木の枝の整理、こっちもこのくるみの木も枝ちょっと整理して小ぶりにできたらいいなと、最終的にはこう小さくしていけたらなと思ってんだけど、そしてこの空間を生かすために、このカラマツと白樺、およびこの春ニレの木、春ニレ、カラマツ、白樺、この3本を、切って、この空間で、あそこにね池があるんだよね、水が湧くんだよね。この池の管理、水回りの管理もちょっとやりたいなって思ってるけど、そんな時間がどれだけ取れるか分かりませんが、そういう希望は持っております。まあだけどね、優先順位はそんなに高くないのかな。そんなもんかな。2025年度始まりました。こういうな感じでね、月1本、月の初め、2週間に1回にしようかなって、思ったんだけど分かんない月1でもいいなってやっぱり思っております。その方がね、結構景色が変わるのが、僕の拙いしゃべりに補ってくれるんじゃないかって、思っております。なんかね、あれだね、風邪やら、コロナやらインフルエンザやらいっぱい流行ってるけど、
生姜とニンニクと蜂蜜で、乗り切ろうかなと思ってます。皆さんも体大事にして、雪が溶けたら遊びに来てください。それじゃあ。